始まりました。今日は新しい逃走者普通にやっていくというなるほど。普通の回です通常のブルームバローブルームバローはそれの紹介は多分先に出るかもしれない。そっちが先に出てるかもしれない。後に撮ってるんですけどこれは今日はね普通にアサシンクリードの新しいやつを考えてきました。それ予告にあった通りですか、もしかして。予告にありましたねこいつやるぞっつってだってまたナヤやんのかっつってちょっと色の偏りが最近ひどくないですか。大丈夫ですか。どうしようかな。白くやってくれます。そしたら今日の逃走者発表させていただくんですが、狼に祝福されし者エイボルになります。はい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 。楽しそうです。とても北欧感あふれてますね確かにね、北欧っぽいですよね。ちょっとなんか身にまとってる感じも北欧っぽいですよね、服が。一応能力先に説明しますか。はい。こいつのキャラの紹介とかしなくて大丈夫ですか。いや、これアサシンクリードバルハラなんでね、知らなかったやってないんだよねそうなんですね、じゃあ一応能力説明しますと、こいつはナヤの6マナ76、速攻トランプル。化け物ですね化け物が戦闘ダメージを与えるたび、あなたはその点数に等しい枚数のカードを切削します。で、その中から英雄ターンカードか途中カードを1枚戦場に出していい、はい、ということでまずカジュアルになりますはいはいレベル帯は6ギリギリぐらい、ガチガチに組むと7までいっちゃいますよみたいなぐらいのレベルのギリカジュアルの構成で考えてきましたんで、カジュアルの目線で、考えてほしいんですけど、でまずどうやって戦うか、この化け物を逃走したダメージ狙えますかね。余裕で狙えますよねだってこれダブストつけたりさ、パワー倍にしたらもう死ぬだろうだって確かにやばいっすね、そう考えると、ダメージ与える旅だよねこれ。ダブストするといやでもね、今回はダブストつけないですかね。つけない方向で考えましたね。あんまり逃走したダメージは狙わない構成になってはいるかもしれない。自分のライブラリー消し飛んじゃうから。そう、消し飛んじゃうねライブラリー消し飛んでやばいですからね、で多分1人ワンチャン逃走したダメージでいける可能性がある、一番除去がなさそうなところに逃走したダメージいくんだと思います、僕の予想だと、で残りは並べていく方向になると思いますので、まず重要なポイントとしてランパンの話なんですが、ボニーポールの動画で言ったようなランプ系のカード、緑でもちろんあると思いますので、巨体の猛竜とかあると思いますので、中ファっていう金唱えてるとかで何枚か入れていただいて、まずこの6マナというのを出していただくという形になります。6マナ出します、でそうすると殴っていきますよね、でこれ1回でも殴り通せば土地1枚増えるんですよ。まあほぼねだからボニーポールと同じ理論で、土地がどんどん増えていくはずなんですよ。そうですね、増えてきますよね、墓地もすごい増えてきますけどね。墓地も増えてきますで英雄ターンどうなのかっていう話なんですが、英雄ターン調べました、海外だとなんか英雄ターンを中心にだいぶ組んでました。ああ、なるほどね、釣られてると。これでもこれ出してどうすんだみたいな英雄ターンなんかちょっと弱いなということで、英雄ターンは僕の中では却下したんですね、却下して、こいつは土地を伸ばして墓地を肥やしていくだけの装置だと認識してデッキを今回組んでみました。一応英雄ターン1枚だけ使えそうなのがあったんで、1枚だけこれ入れてもいいんじゃないかなっていうのを紹介しておきたいんですけど、なんだっけなこれ、世界呪文っていう、緑の7マナのエンチャントなんですけど、プレイヤーズが犠牲になったというあの呪文そうなんですかね知らないとりあえずで先読みついてて、12章が7枚見て英雄ターン以外のパーマネントカードを加える、で3章でこれ手札から英雄ターンじゃないパーマネントカード2枚を戦場に出すので、まあこれいきなり3章いけるんですよ、先読みなんで、で3章いって2枚いきなり倍出せる、ってことなんでワンチャンありっていうことで、英雄ターンこれぐらいしか本当に使えそうなの分かんない。使えそうなのあったらコメント欲しいんですけどまあ大したものはなかったと。軽く調べた感じ、エリザベス侵入打ち勝つとか、
ぐらいちょっと分かんなかったんで、英雄ターン途中でちょっと弱すぎて諦めたんですよねなんでちょっと英雄ターンは一回置いときまして、ただ土地を伸びてく構成になると思うんですね。で墓地を肥やしていくと何がいいかっていうお話をこれからしたいんですけど、まず墓地を肥やしていく過程でインカーネーションあるじゃないですか、アンガーとか。一応この色は速攻とトランプルと先制攻撃です。これ墓地に落ちたら、まあつくから、速攻とトランプルはいいですかね。でも先制もでも結構ありがたいですよね。だって別にほら、ノーコストだから。ノーコストで勝手に落ちていくだけだから。勝手に落ちていくだけなんで。それはノーコストで付与できるんだったら全然いいでしょ。もし手札に来ちゃったら、なんか赤ルーティンとかで捨てちゃえばいいので、はいで、あとは墓地を生かす構成で言いますと、脱出っていうね、脱出、例えばアゴナスの牛とか。アゴナスの牛使ってる時点で手札ないってことだよねあと結構手札はなくなるかもしれない色味じゃないですか。なんでアゴナスの牛とか、あと最近出ましたフレージというカード、死ぬほど高くなかったの俺火の怒りのタイタンフレージ、これ死ぬほど高いですただこれは高いだけで普通にカジュアルのカードですよね。投資者的にはそうだと。投資者的にはカジュアルなんで、ちょっとこのためにこのカードを買うのは正直おすすめしませんが、パックカード出た分には普通に使っていただけるカードなんで。いただければ、はい、普通に脱出ついてるウーロンみたいなカードで、稲妻の螺旋できるんですよね。コンバットするたびかバーに入れるたび稲妻の螺旋できる、66のタイタン、まあ、一応いいです。脱出、いっぱい脱出できると思いますで、あとは墓地肥やすで言いますとフラッシュバックとかあるんですけども、フラッシュバックでいいので言いますと今を生きる、今を生きるっていう再戦闘1体だけでできる呪文があるんですけど、手札に来た場合でも通常で打って再戦闘して、もう1回再戦闘して3回殴ってることになるんで、1人7で倒せるってことですよね。そうね、空いてれば、まあ空いてれば倒せるし、1回殴ってるんだったらブロック相手も倒せるぐらいの打点にはなりますね。そうですよね、だから墓地に押してれば1回でね、いけますよね。だから今を生きるフラッシュバックとかだったらいいんじゃないかなという、結構いいと思う。はい。あと上陸系、今の感じいくとそっちが伸びてくんで、上陸系のクリーチャーとかも相性がいいですよねということで、例えばタケリクルベイロスみたいな上陸していくカードって、それもボニーポールのところで紹介しましたんで、割愛させていただくんですけど、上陸系のクリーチャー、でその上陸で言いますと見事な再生っていうカードがあるみたいなんですけど、こういった緑の4マナのソーサリーにして、あなたの墓地から全ての土地カードをタップ状態で戦場に戻す。ということで墓地行ってますよね、いっぱいまあ2回殴ってたらだって14枚でしょ多分。1枚は出しますけどね配置も切れば出しちゃいますからね。全部出して上陸系の、要はクリーチャーとも相性のいいカードということで、このカードはワンチャン入れてもいいんじゃないかなと。単なるランパンと考えても結構強いですよね。でその兼ね合いでチューファッティとか、とりあえずファッティをとにかく並べていく形になるんですかね。チューファッティは当然いっぱい入れられますでしょうし、普通にファッティ7万とか8万とか入れちゃって、どんなに出なくてもいけますよね。これ出そうっすよね。まあ出るように構築するからね、ある意味ね。そうですよね。逃走者がお亡くなりになったとしても、まあ除去されると思うんですよ。でも再展開かなりしやすいですよね、この感じだと。ボニーポールと一緒で、何回死んでも帰ってくるみたいな形になりそうですよね。まあ殴れないと結構伸びないから、出た時にダメージ与える前に除去されるとちょっとあれかもしれないけどね。一発目ですよね、一発目だけなんとかなれば、まあ知らなければ多分通ると思いますので、であとはパワー参照していくんじゃないかということでまあね、7ですからでかい呪文でいうとタフ参照ですけど、円と最後の神君みたいなことをしたりとか、あと普通に圧倒する暴走並んでる状態でパワー7で全体77修正だったら、まあ死ぬでしょっていうことになりますよね分かりやすい脳筋デッキですね。脳筋デッキですかなり脳筋のデッキになりますよね。で例えば
墓地に落ちてった兼ね合いで、墓地回収のカード何枚かあったらいいと思うんですよ。で墓地回収して有力の蘇生みたいなカードがこう入ったとして、それプラス相性のいいカードっていうのがありまして、炎の中の過去っていうのがかなり相性がいいですよね。これはいいですね、はい、だって自身がフラッシュバック持ってるから。墓地の印刷ソーサリーがフラッシュバック持つっていうカードなんですけど、自身が持ってるので5マナでフラッシュバックできるんですよね。なんで5マナでフラッシュバックできるんで、圧倒する暴走を墓地に落ちちゃったりとかしてたら、墓地に落ちてる圧倒する暴走を5マナで、炎の中を5マナで、10マナぐらい出ると本当かみたいなね。いや出ると思うんだよな。でその兼ね合いでちょっと相性のいいカードっていうのが1枚あるんですけども、ミジックスの熟達、これがいいじゃねえかと。たまに紹介するよね。たまに紹介するんですが、一応能力これだけ説明するんですけども、赤4マナのソーサリーでして、あなたの墓地にありインスタントやソーサリーであるカードを1枚対象としてそれを追放する。これにより追放されたカードをコピーします。そのコピーをマナコスト知らないことなく唱えてもよい。でそれが超過がついてると、でもし手札にこれが来てたら4マナで打っちゃいますと、そしたらなんか圧倒する暴走でもしか唱えられることもできますし、これ超過でもし7マナで打てますよこれ、打ったらエンド最後の進軍、圧倒する暴走両方打っちゃってみたいな、ディシュカーの講義からみたいな、パワー参照してみたいなこともできますよね。できますね。はい。でかなり強いんでこれが相性がいいです。で墓地に落ちるかもしくは墓地を活用するかみたいな方法でフィニッシュカードはなんとか、そんなにドローもあるんですが、かなり決まりやすい状態ではあると思うよ。ありますよね。7枚ずつ落ちていくからね。そうですよね。どちらかではアクセスできるでしょう。そうですよね。手札に来る場合か、もしくは墓地に落ちてるのを使う場合かで、フィニッシュカードの枚数が増えてると思いますんで、かなり相性がいいんじゃないかなという。であと他にも決まるカードギセラとかでも決まりますし、暴動でも類壁からの挑発でも決まるわけじゃないですか。それを墓地回収で打ってもいいっていうことで、こうかなり決まるルートっていうのが多いデッキになるんですよね。はい。で1枚だけスーパーフィニッシュカードを今回こそ見つけてきたんですけども、禁止カードを今宣言しようとしてないですか？禁止カードだったらあれはちょっと申し訳なかったというそんな強くないっすよあのカード。今回は大丈夫です。多分禁止じゃないです、これはさすがに禁止じゃないでしょ。タイタンの根本原理という根本原理シリーズ、全てを解決するカードがあるんですが、これはですね、なんと誰も知らないこのナヤカラーの根本原理打たれたこと一回もない。一回もないこれ一回もない。でもね見たらこれはすごいってなりました決めてみたいとこのデッキにぴったりです。7マナのソーサリーです。根本原理なんで赤赤緑緑緑白白というでねっていう多分出ますよね、このデッキやったら、でなんと能力がめちゃめちゃ根本原理なんで豪快なんですが、ターン終了時まであなたがコントロールするクリーチャーは55の修正を受けるとともに先制トランポルで反攻を得ます。なるほどやばいです。なるほどね。これ2人は確実に殺せて、なんと反コンでライフがすごいことになるからもう一人も1対1だったら消耗すれば、すごいの大きいんですねこのデッキしかもこれもまたさっきの同じでインスタントソーサリーなんで墓地から回収して打てるという、回収っていうかフラッシュバックで打てる可能性があるんで、かなりいいですよね。フラッシュバックです何マナの話したんだフラッシュバックですと、炎の中の過去だと4マナで炎の過去を打ったとして4マナ、何マナなんですか11マナ出るんじゃないですか出そうだけどね出そうだけどミジックスの熟達だったら4マナで打ってこれを打てるっていうことになるんで、かなり決まりやすい。これか圧倒する暴走で2枚あれば決まると思いますんで、かなり強いかなと思います。あとここからは面白カード2枚ぐらい紹介したいですけども、まず僕の大好きな、これはね初めて知ったんで大好きだからなんてなのかっていうのはちょっと説明すれば分かるんですけど、一瞬の平和っていうカードなんですが、なるほど、名前がいいじゃないですか。
なんとこいつは僕の好きなノームです最近ハマってるでしょ。僕最近ハマってるんですノーム。カジュアル体以下だとノーム聞くっていうのに。ノーム聞くんですよでノームにハマってるこいつはなんとフラッシュバックを持ってるノームっていう。なるほどね。だから墓地に置いとける保険だということですね。墓地に置いとける保険ありますこれ落ちた時にノーム落ちたってフラッシュバックこれ相手がウゲってなるんで見えてるノーム1回はせんと防がれると。しかもこれ手札にやった場合は2回使えるっていう。確かにねその時点で吐きそうだであともう1枚だけ面白カード紹介したいんですけど、これも僕見つけてきました。狩猟場というカードになるんですけども、これ再録されてたな再録されてたみたいで、で身代のエンチャントです、でこれスレッショルドもでいけちゃうっていう。スレッショルドっていう一応いけるんですよ。わけわかんない訳語ねカタカナにしただけじゃねえかってあなたの墓地にカードが7枚以上ある限り、これ本当はこのデッキスレッショルドいけるんですよ、いけるんですけど、特にあんまりいいカードがなかったんで、これだけ紹介したいなと思ってスレッショルドの話は割愛したんですが、こいつはいいんですよ、なんとスレッショルドを達成してると対戦相手1人が呪文を唱えるたび、手札にあるクリーチャーを出していいっていう1枚みたいなつまりはさ、仮に割ろうとしたらこれを1個唱えちゃうから割ろうとした時にもう1体出せちゃう出てきちゃうっていうねやばいカードですこれ結構楽しそうなんでおすすめになりますかね。まあそんな感じでこいつ強そうな感じで紹介してったんですけど、マジで脳筋なんだけどザ脳筋デッキいいでしょこれ実はマリーシとかには弱い可能性がありますよ確かにマリーシに負けるマリーシは強いって納屋ついてますけどね、納屋脳筋ですねそうだよねだからかなり楽しそうなんで、そんなに高くないですよね。そんなに高くはないし、やっぱ入ってるカード重たいカードが中心になるんで、重たいカードってそんなに価格しないんですよね。そうです。高いだろうなと思う、まあグレートヘンジとかそういうの、フレージねフレージはまあ入れなくていいんで確かにね、別に入れる必要はないと言わないんで、あったら入れてください。そうなんで、一応まあなんですかね、ファッティをいっぱい1など入れられるっていうのがこのデッキの魅力なんですよ。まあそうね。でかくても出るんで、好きなファッティ入れられる。呪文でももちろんいい。だからそういう意味では結構初心者におすすめな構成ではあるかもしれないですよね。だいたいこういうデッキと相性悪いの状況根的なデッキとかさ、もう高速でコンボ決めてくるデッキとかさ、そういうのになっちゃうんで。だから凶悪なファッティ、禁止じゃないやつコメントしていただければありがたいんでお願いしますということで、高評価80いただけましたらリスト公開します。なんか変動が激しそうだけどなこいつのリストに関しては。なんかちょっと、いやまあでもこいつはカジュアルって言ったんで1万円じゃないんで、組むのは簡単なはずなんで、公開させていただきますんで、高評価いただけるとありがたいです。であとチャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。